農学生命科学研究科の中西でございます。農学生命科学研究科の取り組みということで、研究科附属施設全体を通した取り組みということで、最初に少しだけ全体的な話をさせていただきます。でここに写ってます写真はすべて農学部の写真でございます。附属施設もございます。これらの先生方とどんなふうにどんな組織で行ってきたか、そのいきさつ、それから今まで得られてきたハイライトといいますか、どういう蓄積があるのか、それから今後の方向性等につきまして少しお話をさせていただきたいと思います。でもともとはですね、事故直後に当時の研究課長が私たちがどんな貢献をできるのか、研究のその内容をですね書いてみろということで60名ほどが書きまして、こういうことだったら研究できるということをいろんなものが出てきました。でそれを私まとめ役としましていくつかのグループに分けさせていただきました。もちろん放射能の被害以外にもその物理的な被害ということもございますが、5つ6つのグループを作りました。でこれは農学部始まって以来ということですが、農学部にはいろんな付属施設がございます。演習林、牧場、その他からこの弥生キャンパスにもいろんな専攻がございますが、この先生方が共同してですね、専攻それから付属施設を超えてその福島のことを始めた。でそれもそのボランタリーベースで始めたということでございます。で大体関わってる人数が4 50人で、ずっと今でも続けております。で場所はどういうところかと申しますと、主なところでございますが、皆様方は今この弥生キャンパスにおられるわけですけども、農学部には田無に生態調和機構というものがございますし、この笠間市には牧場もございます。他にも演習林等々がございますが、ここだけでなくこの村とか市とかいろいろなところと共同で研究をさせていただいております。でもちろん福島県のですね農業総合センターとは震災前から共同研究がございまして、でここと一緒にさせていただいて、でこのセンターのその果汁試験場というのはセンター内のものですけども、こことも早くからいろいろ研究させていただいております。飯舘村ではイノシシとか水田除染とか、南相馬市では豚、稲、大豆、それから白川では羊、鮫川村、それから福島市、郡山市、笠間市、それ以外にもですね野鳥の調査をしたり魚介類を調べたりしている先生方もおられます。で今まで今回9回目でございますけれども、1回目から9回目でどういうことがあったかと、どういうことが分かったかということを簡単にご紹介します。ただこれからあとですね、土壌とそれから稲の先生、それから獣医畜産の先生方が話されますので、今日お話にならない先生方に焦点を置きます。で今日話をされる方は後でいろいろ聞かれると思いますが、第1回目はですね2011年の11月に行いましたけど、この時は低濃度汚染ということで、実は先ほどの生態調和機構って田無にございますところは爆発したその福島第一原発から230キロ離れてるんですが、やはり少し土壌が汚染しておりました。で低濃度の汚染ですけども、その場合にそこで育った作物はどうなるか、ほとんど入ってないんですけどものデータを示しています。それから魚はですね、今日魚の先生おられないんですけど、魚のことについてもどこが汚染されてそれを加工するとどうなるのかってことも随分詳しく調べられました。これは渡部先生という今定年になりましたけども、かまぼこを作る際にですね、こう魚を取ってみますと、右側が写真でちょっと分かりにくいんですが、左側が放射能の黒いところほど放射能が多いんですが、筋肉部に多いと。でそれを使ってかまぼこを作る際にどれくらいその放射能が残るんだろうかっていうことを調べまして、5% 以下で少したとえ放射能があってもかまぼこは大丈夫とかですね、そういうことを実際に実験で証明してきております。それから3回目4回目、これは2012年でございますけれども、この時は、この時ぐらいからですね果樹の
高田先生、田無の生態調和機構におられる先生が非常に精力的にこの後もずっと何回も話をされますけども、果樹のことをずっと調べてこられました。であと海水魚、今日お話をされないんですが、金子先生が海水魚はセシウムをですねエラから出していくんだっていうのをですね実際に実験データとして論文2つ書かれましたが、非常にその海の魚っていうことでどうやってこのイオンを余計なイオンを出してるかってことを話をされました。実験結果を得られてます。それから果樹の方でございます。これ非常に面白いと言いますか、私ども分からなかったんですが、桃について随分話をされてまして、実験をされてまして、で桃の場合は放射性セシウムは降ってきたわけですけれども、普通ですと土壌から根を通じて果実が汚染されると思うんですが、どうも樹皮樹木の幹から中に入っていって、それがですね果実を汚染するんだっていうのをこの時からもう実際に実験データとともにお示し始めてます。事故の直後はですね外側についてたんですけど、時間とともにだんだん中に入ってくるという思いがけないことを発表され見つけられて、それからあともずっと果樹のことをされてます。それから5回目6回目になりますと、キノコのことを随分演習林の先生方が随分測定をされまして、これどういうことが分かったかといいますと、毎回数人ずつしか話しておりませんっていうのは農学研究って結構時間がかかるもんですから、その時にまとめられたことを話していただいてるんですが、キノコですけども、これもその時発表したんですけども、私どもは北海道、それから秩父、あちこちに演習林がございますけども、そこでキノコをいろいろ取って調べると、これ2011年のデータですが、セシウム降ってきた放射性セシウム CS って書いてあるセシウムでございますが、それに2種類ありまして、半減期が30年のセシウム137というものと、半減期が2年のセシウム134というものが降ってきたんですが、だいたい1対1で降ってきたんですね。でこちらは30年半分になるまで30年かかりますから、なかなか減らないんですが、こちらは2年です。ですから20年経つと1000分の1ということになりますが、で演習林によってセシウムをですね蓄積はしてるんですけども、あるものはですね富士演習林のものはですねセシウム137しかない。でこれはどういうことだろうってことをいろいろ探してみたんです。本当は1対1で、福島起源ですと1対1で降ってくるんですけど、等になくなっているというのは昔のセシウムが随分入っているわけでございます。で例えばこれはですね皆様方多分1960年代お生まれになったと思うんですが、1960年頃、62年ですか、大気圏の地下核実験は禁止で全て地下核実験になったんですが、中国は少し表でしてましたけど、米ソが大気圏の核実験をやめたんですけど、その頃からですね世界中に2か所の放射性物質が核実験で降りるところがあって、1箇所は日本だそうです。で随分たくさん毎年毎年セシウムが降ってきまして、これがチェルノブイリで、今回の福島がこれでございます。で高さとしては10倍ではございますけど、毎年毎年いろいろ降ってきたってことに比べれば一過性ということになります。こんなこともキノコを通じていろいろ分かってきたことでございます。それから7回目8回目となりますと、毎回外部の方をお呼びして福島からとか全袋検査の話とかいろいろ伺ってるんですけども、ここの時はですね8回目はチェルノブイリに私ども何人か参りまして、チェルノブイリの結果はどうだったとか話をしてきております。で実はこの果樹の体内動態っていうのも高田先生っていうのは若い方でアメフトですか何かで鍛えた体で、とても果樹って大きなものをですね扱うのには体力が必要なんですが、それを樹木を桃の木を取ってまいりまして、で樹木をですね福島で汚染された桃をですね全てきれいにして、それで東京に持ってきたんですね。なぜかというと福島にあったものは樹木の中に入り込んでるんですね、セシウムが。それが次の年実をつけた時にどれくらい移動するもんだろうかと、次の年の動態を見たわけでございますけども、もともと福島のあった時にですね
5の値を5000としますと、その中の97% は中にとどまるんですね。で 3% が動いて、そのうちの土壌とそれから新しく生えてきたものに少し移ると。で3分の2が新しい器官で、その中でもこれを分けますと果実には少ししかないと。ですから樹木の中に入りはしましたけども、果実は今規制値は100ベクレル、すいません単位がないんですが、これはでも私比ですけれども100ベクレルパーキログラムでございますが、非常に低い値だということで、こういうこととかですね、根の深さでどうだろうとか、随分いろんなことを研究されてきました。それからあと今日もこの先生お話にならないんですが、溝口先生はですね、土のですね降ってきた放射性セシウムっていうのは粘土質っていいますが、細かいところにくっついてるんですね。ですから例えば水田に水を引いて少しかき混ぜますと、泥水に浮いたままでなかなかセシウムが落ちてこないんです。ですから少し待って、その泥水を横に溝を掘ってですね入れますと9割方きれいになると。で溝はその放射性物質があるんですけど、しばらく経つと水がなくなって縁とかですね底とかに放射性セシウムがくっついて、土壌がしっかり持っててくれてなかなか落ちていかないと。ですからその新しい土をかぶせると近くに行っても被爆しないと。でこれは NPO の福島再生の会とも一緒にされている仕事ですが、汚染土は素掘りの穴に埋めればいいと泥水をですねそんなこともされてます。それで第9回目1000回でございますが、今年の6月に林野庁はどういうことをしてきたかということで、これは私どもこの仕事をして初めてはっと思ったんですが、私ども山に行けば木があるのは当たり前だと思うんですけど、木がなかったんですね日本は。で日本中50、60年かけて林野地をたくさん植えてきて、それでそれでも地滑りとかいろいろあるんですけど、昔は年間1,000人ぐらい亡くなってたんですが、それがだんだん減ってきたっていう話の一環としても話されて、それではどういうふうに山を考えていこうかっていうので、表土を取ると荒れるとかですね、いろんな話を伺いました。それからあと樹木の話、それから土壌稲、で今日お話にならない先生ということで樹木の話を一つだけ取り上げますと、これは増森先生他の方がされて、これは20メートル以上のいろんな樹木を切りまして、下から順にですねこの木の外側芯材部どんなふうにこれ2012年ですけども放射能が分布しているかっていうのを全部切って調べた値です。上ほど高いというのはこれ杉の場合でございます。で似たようなものを松でもしますと、松っていうのはあんまりこの赤いのが芯材部って樹木の中の方ですけど、中の方に行ってないんですね。なのでこれをですね下から順に切っていきまして、放射能の図を取ったんですね。ちょっと分かりづらいんですけど、左側が杉です。でこれ下からだんだん撮っていった写真ですが、左側に対になっているものが放射能の図です。ですが黒いところほど放射能があると。で杉の場合は中に随分入り込んでます。で松の場合は外側に随分残ってますので、あんまり松は入っていかないと中に。ですから樹種によって違うとかですね。でこの先生方次の年もされたんですけども、あまりその放射能の違いはないと、1回入っていってそのまま保持されてると。で樹皮から入ってってるというようなこととかですね。あと震災後切り倒されたものがあるんですね。で根からではなくてやはり切り倒されて汚染された松もその樹皮から中に入ってってるとか、いろんなデータがございます。それでポンチ画で書きますと、私どもはいろんなプロジェクトがありまして、山、それからもちろんその畑、それから今日話される真鍋先生たちの家畜の話とかいろんなことをそれからあと大手先生がですね、山を壮大なフィールドワークでございますから、水とかあと生物濃縮から随分いろんなことをされております。それでこれがですねこれは放射能の図でございますけども、土を取ってきてこれ5センチぐらいの値です、大きさですがペタッと取って、その上に放射能を感知するイメージングプレートというのをかぶせますと、放射能がどこにあるかって像が取れるわけでございますけども、鳥もですね
尾っぽのですね、これはウグイスですけど、尾っぽの羽を取ってくるとやっぱり点々々とスポット状に、全てスポット状ですね。作物も2ヶ月後に取ってきますと、事故の時点でですね、空気中にさらされたものだけ、2ヶ月後ですと穂もできてくるんですけど、穂よりもその時にあったものがポンポンポンとスポット状に汚染されております。ただそれが動かないんですね。時間とともに動かない。で、鳥類とか動物とか生き物はですね、動物の場合、これは真鍋先生がされた仕事ですけども、ミルクの中にもですね、すぐセシウムがこれわざと放射性の餌をあげると出てくるんですけど、放射性でないものを与えるとなくなっていくとか、生き物は代謝しますから、半減期が生き物の場合は100日以内と言われてますけども、土壌作物、一般のものはですね、てか生きてないものに近いですけども、くっついたところから離れないっていうことは今までの汚染というのと違うんですね。重金属汚染はいつの間にか溶けてきて私たちが食べてしまって体に害を起こすと思って恐れるんです。これは動かないわけですから、それなりのまた別の方法があるわけでございます。で、私どもは例えば稲を調査する、後で根本先生話されるでしょうが、植えてそれから育ってきて刈り取りをしてと一年周期の仕事でございます。で、現地の方たちと一緒に袋詰めをしたり、こちらに持ってきて放射能の図を取るために測ったり、一緒にこの水をですね、これは別の場所ですが取ったりとか、随分時間がかかることでもございます。で、先ほど来学部長、それから午前中の副学部長もおっしゃいましたが、今までの知見をもとに昨年からですね、講義を始めております。それで専門課程だけでなくて教養課程、若い学生さん、それから大学院生もですね、座学でなくて実習ということで講義を始めたおります。実習の例でございますが、牧場に、これは真鍋先生でございますが、牧場に連れてって堆肥を使うこととか、講義等々がされているところでございます。で、本日は今朝ほど午前中お聞きになったかと思いますけど、初めて文系の先生をお呼びになりまして、どんなふうに考えていけばいいかということを伺いました。これから私たちここの方向にも入っていこうと思っております。で、本日は稲土壌畜産業、森林モニタリングと畑作、消費者意識、この細野先生もずっとですね、農学部には農業経済という学科も専攻もございますので、この話を伺いたいと思います。で、これからも継続的に現場に資する調査研究を続けていこうと思いますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。